おお、手前で元気だぞ。おお、ちらっと聞いた話だと操作系もちょっといけちゃったりするような。そう、はい、実は優しい、はい誘いのズレ引きロックをよし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 。皆さんこんにちは。バルケインの荒川です。さあ今回はアルクスポンド宇都宮ということでダーインスレイブのニューモデルご紹介させていただきます。こちらじゃん。はい、紫色のダーインスレイブといえばもう皆さんご存知の通りワイルドセンスのニューモデル、ですね。 62GLF に続き 62LF、こちらのご紹介をさせていただきます。ということで、まずはですねこのワイルドセンス、生みの親であるフィールドスタッフ、青木博道氏青木さんの、コンセプトなどね伺っておりますのでこちらを、ご覧ください。はい、というわけで、フィールドスタッフ青木さんの大セーブ第2弾、ワイルドセンス 62LF 登場ということで、いやもう第1弾の GLF から7年。これもねこの差も青木さん長かったですね。そうですね。はい、だいぶついに、仕上がったということでまず青木さんの方からこの、ワイルドセンス 62LF のコンセプト、ちょっとお聞きしてもよいでしょうか。はい、はい、でこの LF はまあ前回の GLF、はい、あれはまあどっちかというとあっちは、強めで強いですね。そう、はい、で操作系でも使えるし、はい、まあ1本はい、どうしても取りたいようなシチュエーションで、はい勝手にかかっちゃうような、はい、1本取りたいなっていう時に取れるトーナメント志向のロットだったんですけど、はい、まあ、全体的にかなりシそうャープな感じで、それに対してこっちは、はい、まあティップもだいぶ柔らかくしてて、はい、しなやかな感じにしてます。はい、で、まあスプーンの巻きとかで、引き込むようなバイトが出た時に、しっかりティップが入って、受け止められる、ロットになってます。まあ、特にこの穂先側っていうのかなつなぎ目から、ティップ側がかなりしなやかに仕上げてある感じで、まあ、バイトにすごくこう素直に追従するような、はい、まあ、そんな仕上がりっていう感じですかね。そうですね。はい、さあそんなこの 62LF なんですけどメインで使うところのラインだとこう何が多いですか？やっぱり巻きを主体としたロットにしたんで、ナイロンの 2.5 ポンドとか、まあエステルももちろん使うんですけど、まあナイロン 2.5 ポンドベースにしての、まあ中級スプーン中級の重さですね。ハイバースト1ロック 1g 中盤後半前半、その辺。1.5g 前後ぐらい、そうですね、そこをメインで一応考えてはいるんですけど、まあ意外とこの差をやっぱ幅広くて、幅広いですね。そうです、そうです。バットが結構やっぱ強いんですよ。ティップ柔らかいんですけど、バット強いんで意外といろんなスプーンに対応できます。でラインでいうと、まあ、エステルラインなんかでも使ってると04とか03503まで落としても、まあ、スプーンの重さによって、軽量級まで、軽いところだともうハイバースト 0.8g とかなんかでもね全然使いやすい感じですかね。そうですね。まあ今スプーン、の話が結構出たけども、クランクなんかどうですか？クランクも実はP ライン、もちろん P ライン、まあ025とか、まあ大体今はそのぐらい細いの主流でもあるんですけど、まあ025ぐらいをベースにして、まあもちろんうちで言えばヘイズナノ、結構軽めのやつやっぱりティップ柔らかいんで、ティップで食い込んだ時にグンって入ってくれるんで、まあそういう意味ではもうヘイズナノとかも全然 OK。ヘイズナノ、あとクーガナノとかもね、そうそうそう、クーガナノ、表層系のツンっていうようなあたり、そういうのもしっかり。あとは逆にボトムのズル引きとか、まあシャインナイトのズル引きとかもあるし、ちょっとちらっと聞いた話だと操作系もちょっといけちゃったりするような。そう、実は優しい、誘いのライオムナノ。ライオムナノ。あれなんかも、まあ優しくティップ曲がるんで、あんまりこう上げすぎず、動かしすぎない。で
加え込むグッと押さえ込むようなやつを優しくフックアップしていく。もぞもぞした感じを演出するというイメージですかね。そうですね、跳ね上げすぎず、でそういう魚って結構食い方もシビアになるから、それをこのしなやかなティップでしっかり絡めとってっていうような、いいですね。巻き本当に巻き全般をしっかりやり込める、仕上がりでありつつ、そういった、操作系、ちょっとこうシビアな操作系にも、使えるという非常に汎用性の高い、仕上がりになっております。はい、そんなですね青木氏のこだわりのまた凝縮されたこの 62LF、私の方でこの後実調の方させていただきたいと思いますので、また実調の方でもね、解説させていただきます。というわけで実調行ってみましょう。はい、というわけでワイルドセンス 62LF の実調ということで、まずはスプーンから探っていきます。だいぶもう日も高いんでハイバースト08の蛍光ピンク、これで様子を見てみようかなと思います。でまずライン組み合わせるラインなんですけど、エステルの 0.35 ですね。で特にやっぱり、このダーインスレイブハイエンドモデルを使われる方なんかはね、エステルライン好きな方非常に多いかなと思うんですけども、このねやっぱり LF かなりティップベリーしなやかになったことでエステルラインとの相性っていうのもものすごい良くて、やっぱりエステルは伸びない低振動で非常に高感度で、最小限な動きで合わせ最小限な動きでランディングに持ち込めるっていうのがすごいメリットが多い反面、やっぱりこのロットに求められるそのエステルのデメリットを補う役割っていうんですかね、それも非常に大きいんですけど、今みたいに 0.35 のエステルを合わせてあげれば、軽めマイクロスプーンから 1g 台っていうところのスプーン全般に使うことができて、今はちょっともうお昼近くなってる時間帯っていうこともあって、よりスローに狙っていくっていうので 0.8g のスプーンにエステルの 0.35。よっしゃー、ナイスナイス、よしよし、お元気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 ですね。アルクスの魚そんなに大きくはないけど、よしよしよし、この元気な魚もこの曲がりでバラシを防いでくれるっていう感じで、このチップからベリーの良い曲がり、よしキャッチ、レギュラーサイズのレインボー、いい刺さり方してますね。よいしょ、よし。特に今なんかはやっぱり軽めの 0.8g ハイバースの08を使ってて、特にその 1g 以下のスプーンになってくると、ゆっくり巻くことが多くて、ゆっくり巻くと当たり方的にもツンツンとか結構ショートバイトがね多くなったりもするんですけど、まずそういったショートバイトもしっかりかけることができて、なおかつしっかりこのねティップからベリーのしなやかな曲がりでばらさずにキャッチできるっていうのが本当にこの 62LF の、巻きの釣り全般に特化した仕上がりのいいところっていう感じですね。
おお、手前で、これは元気だぞ。おお、このね手前の当たりもしっかり逃さずに、おおよっしゃー。お、グッドサイズアルクスらしいレインボー。よし、ハイバースト08、表層でいい感じに反応してくれてて、今本当に手前でナイスサイズキャッチできたんですけど、特にやっぱり手前でかけてギュイーンってさっきみたいに走られるパターンって割とこうばらしやすかったりもするんですけど、このしっかり曲がってくれるティップとベリーで、なおかつパワーのあるバットの組み合わせでこうばらしを防ぎつつしっかり寄せられる、そんなイメージでねキャッチできた一匹です。おお、またこの手前で走るトルクフルな、おお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 お、よし、これも元気だけど、よしキャッチ。おお、これもナイスレインボー。おお、ガツンと。これも元気だな。おお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 、よいしょ。よし、08、表層いい感じですね。はい、ハイバース08の K ピンでもうね、それは表層パターンで一つのもう正解っていうぐらい今いい感じに釣れてるんで、またガラッと変えて今度サークル 1.8g です。でこれでボトムのズル引き試してみたいと思います。ボトムアプローチにはなるんですけど、ズル引きもただ巻くだけなんで、このねリトリーブの釣りに特化したワイルドセンス 62LF、 実はすごくやりやすい。おーし、ズル引きズル引きロックオン。よし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 、よいしょ。サークル 1.8g でございます。この 62LF でズル引きをやる、メリット、62LF がズル引きに向いている点っていうのが2点あって、まず1点が根がかりしづらい。でなぜかっていうと、この、ボトムのズル引きってボトムまで着底させてズル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 とこうゆっくり巻いて引いてくるんですけど、当然ボトムって、岩だったりいろんなこう障害物があって根がかりとかのリスクがあるんですけど、ティップがねしなやかなんで、こう障害物に当たっても引っかかることなくこう乗り越えてくれる、ティップが追従して乗り越えてくれるっていうのが1点と、あとはもう1点がしっかりこうねショートバイトを食い込ませることができる。でズル引きしてる時の当たりの出方っていうのが、いきなりグーンって入ることもあれば、コン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 グーンみたいな、当たりの出方も多いんですけど、その時にやっぱりその硬いロッド、だとしっかり魚が違和感なく食い込むまでに、
違和感を感じてしまう。だけどこのティップがねしなやかな LF だとこう魚どうしようかなクン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 迷ってるって言った時にも違和感を感じずにグーンとね最後までこう食ってきてくれるいい当たりになるっていう感じで、そんなこう、巻きに特化した 62LF ですけども、ズル引きっていうちょっと特殊な巻き、そんな、使い方にもね非常にこうおすすめの仕上がりになってます。はい、いかがだったでしょうか。アルクスポンド宇都宮でのダーインスレイブ新機種、ワイルドセンス 62LF のご紹介。本日はね、エステルラインの 0.35 を組み合わせて、表層のハイバースト 0.8g、 またガラッとアプローチを変えて今度ボトム、サークル 1.8g によるボトムズル引きという形で、この両極端なねアプローチ、このワンタックルでいい感じに釣れてくれましたけども、これ以外にも、ナイロンフロロ P、こうね組み合わせるラインで本当にいろんな表情でこう楽しませてくれる、ワイルドセンス 62LF、 ぜひ皆さんお手に取って、このねポテンシャルの高さご体感いただければと思います。はい、というわけで、今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価グッドボタン、そしてコメントなど、どしどしお待ちしております。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃん、紫色のザーインスレーブといえば、そうそう皆さんご存知の通り、ワイルドセンスちょっと間が違かったな。はい、というわけでそんな またさらにねこだわりがいっぱいいっぱい詰まった 62LF、この後私の方で、実況の方入っちゃったね今の。